どうも、新田和と申します。このチャンネルではゲーム等の配信、プラモデルの改造、塗装動画をアップロードしていきます。本日はプラモ動画第1弾としてフィギュアライズスタンダードアンプリハイド召喚神エクゾディアを作っていきます。早速勝ち組状態のエクゾディアを見ていきましょう。第一印象としてはとにかく大きなキットです。ガンプラで言えばほとんどのマスターグレード以上のサイズであることは間違いありません。サイズと迫力を持ち合わせた非常に満足できるキットとなっております。ただ満足できないのは合わせ目の多さです。今回は後はめ加工などもしつつ制作していこうと思います。ゲートアートを処理したら合わせ目消しを行っていきます。ミスターセメント SP を合わせ目に塗っていきますが、後で見るとめちゃくちゃ雑にやってますね。こんな感じでもしっかり消えたのでとりあえずよし。あとはギュッと押さえてあげれば大体 OK です。ヤスリやデザインナイフで整えてあげましょう。次は肩アーマーの部分ですが、めっちゃ広い合わせ目があります。ここはミスターセメントだと難しそうなので瞬間接着剤を使います。こんな感じでしっかりと埋めることができました。先ほどはミスターセメントを使いましたが、個人的にはやっぱりシアノン DW が好みです。ちなみにシアノン DW は人工大理石用の接着剤として製造されているようです。次はエクゾディアの腕の後はめ加工をしていきます。こうしてみるととても合わせ目が目立っているのでなんとかしたいところ。今回は肘関節の部分を中心に加工します。油性ペンで線が引かれた部分、前腕と上腕とのジョイントを切り取っていきます。まずは前腕部とのジョイント部分をニッパーで加工していきます。少し粗くなっても大丈夫。最終的には接着剤でくっつけるので問題ありません。勇気を出して切り取っていきます。こんな感じになったら OK です。続いては上腕部とのジョイント部分をハイパーカットソーで加工していきます。手で持つとブレてうまく切断できないので、筋彫り銅のパーフェクトバイス1号に固定。脱力と刃が曲がらないことを意識しつつ作業します。切断完了です。いい感じに加工することができました。上腕部と肘関節のジョイント部分を加工します。ジョイントが噛み合う部分を切っているので接着剤でくっつける想定だったのですが、接着剤をつけたい部分にポリキャップがあって接着面が確保できません。そこで縦 15mm、横 10mm のプラ板で接着用の土台を作ってあげます。若干プロポーションが変わってしまいますが、とりあえず大丈夫だろうの精神で加工します。最後に上腕部との結合テストを行います。いい感じに噛み合ってくれているので問題はなさそうです。前腕部はちょっと噛み合わせが弱いかなという感じはしますが、接着剤でくっつけることを考えれば全然問題ありません。あとは普段通りに合わせ目消しを行っていきます。次は足の後はめ加工です。まずは足の付け根のアーマーを加工していきます。映像だと分かりにくいのですが、アーマーの裏側にあるダブ穴や太ももに噛み合う部分をニッパーで切り取っています。こんな感じではまるようになったら OK です。太ももと膝関節のジョイントを加工していきます。太ももにジョイントを差し込むために膝関節側のピンを切断してしまいます。次に太もも側のダブ穴にジョイントを下から差し込むため、油性ペンで引いた線の間のダブ穴の壁をなくします。実は丸い穴がある方、上下を間違えて切れ込みを入れていました。太ももの下側のダブ穴に切れ込みを入れたかったのですが、まあ見えないから大丈夫のはず。当然下側に再度加工を行いました。実際に差し込んでみます。若干引っかかっている部分があったので、膝関節のピンの長さを少し短くしています。問題なく入ることを確認して加工完了です。次は今回一番の大仕事、膝パーツとのジョイント部分の加工です。今回は大胆に切り開いてしまいます。広すぎず狭すぎず膝関節の強度を維持しつつ、差し込み時の負荷を最低限に、そんな幅になるようにハイパーカットソーで切っていきます。
カットできましたが、この幅では爪の軸を差し込むことができません。狭かったら広げればいいということで、ヤスリでいい感じの幅になるまで広げていきます。加工が終わったら差し込みが成功するかのテストを行います。若干力は必要でしたが、無事成功しました。割れたりしなくてよかったです。では塗装に入っていきます。今回はサフレスで塗装していきます。まずは全てのパーツにガイアノーツの EX ブラックを塗装していきます。この時点からしっかりと光沢を出すことを意識して塗装します。こんな感じでツヤを出しつつ真っ黒になるまで2回塗り重ねます。次は全てのパーツに EX シルバーを塗装していきます。この後塗り重ねるクリアカラーの下地になります。綺麗にクリアカラーを発色させるため、ギラギラなシルバーになるように塗装していきます。下地の黒が透けてしまうと、上に塗るクリアカラーの発色が悪くなってしまいます。こんな感じになれば大体 OK のはず。腰回りのアーマーと高速具の部分はあえて下地の黒が透けた感じで塗装していきます。金属感はあるものの、シルバーというよりはガンメタリックのようなよくわからない色になっています。しかしこの謎の金属カラーはクリアカラーを上塗りすることでいい感じの色に化けてきます。いよいよクリアカラーを塗り重ねていきます。まずはエクゾディアのメインカラーをクリアオレンジで塗っていきます。シルバーの上にクリアオレンジを塗るキャンディー塗装は深みのあるゴールドにも見えるため、エクゾディアにはぴったりのカラーです。こんな感じでしょうか。力強く重厚感がしっかりと出ています。次に腰回りのパーツをクリアオレンジで塗っていきます。あれ、腰回りもクリアオレンジなのと思った方もいらっしゃるかと思います。あえて下地を暗いシルバーにしているので、クリアオレンジは発色の悪いオレンジ、つまり焦げ茶色になってくれます。今度はクリアイエローを使って金色の部分を塗装していきます。クリアイエローを使ったキャンディー塗装は派手なザ・金色って感じの色が出ます。普通の金色とはまた違った感じがします。奥行き感があって非常に好みです。頭の赤い部分は王道を行くキャンディーレッド、クリアレッドを濃いめに塗っていきます。なんだかんだ一番好きなカラーかもしれません。何でも赤く塗りたくなってしまいます。首などの青い部分はクリアブルーでキャンディー塗装をしていきます。正直ちょっと明るすぎるかなという気もしたんですが、明るかったら修正する覚悟で塗ってみました。今となってみると、むしろこれぐらい鮮やかな方が良かったと感じています。高速具の部分はパールカッパーを使います。腰回りと同じく下地に暗めのシルバーを塗ってましたが、気にせず上塗りします。本当はここもキャンディーにする予定でしたが、普通のメタリックに急遽変更をいたしました。パールカッパーは初めて使うカラーだったのですが、とてもいい色ですね。お気に入りの塗料になってしまいました。最後にトップコードとして EX クリアを塗装していきます。ここは光沢と深みを出しつつ、コンパウンドに耐えうる厚みのクリアを作るために3回ほどクリアを吹いています。またクリアの一体感を出すために一部のパーツは組み立てた状態で塗装しています。とにかく厚く光沢感を出しつつ、それでいてクリアが垂れないように塗っていきます。ここがうまくいかないと最終的に欲しかった光沢感を得られず、塗装が最初からやり直しになることもあります。大胆かつ繊細に作業を行っていきます。さあ、塗装が終わりました。この光沢を見てください。周囲の光景が映り込むほどにピカピカになりました。しかしここで終わらない、終わらせてはいけないのが光沢の道です。より深い光沢を目指して長谷川セラミックコンパウンドで全てのパーツを磨いていきます。電動工具アルゴファイルアルティマ AT にバフをつけて磨いていきます。電動工具は光沢塗装の強い味方、面倒なコンパウンド掛けを強力にサポートしてくれます。手が疲れなくて最高です。ちなみに動画のために机の上でやりましたが、当然のようにコンパウンドが飛び散って大変なことになりました。できれば塗装ブースなど汚れても大丈夫な場所で作業するのが良さそうです。
セラミックコンパウンドで磨き、お湯を入れた超音波洗浄機で洗った後のパーツです。先ほどよりも光沢感が増してきました。ここからは最後の仕上げ。長谷川コーティングポリマーで小さな傷を埋めていきます。こちらは電動工具は使わずに専用のスーパーポリッシングクロスで磨いていきます。これが全ての塗装工程を終えたエクゾディアの頭部です。素晴らしい光沢になりました。それでは後はめ加工した部分の組み立てを行っていきましょう。まずは後はめ加工をした腕を組み立てていきます。前腕と肘関節のジョイントに接着剤を少し多めにつけていきます。爪の部分を前腕部に差し込んでしっかりと結合します。次に上腕とのジョイント部分にも接着剤をつけて、あらかじめ接着しておいたプラ板にくっつけます。これで腕の組み立ては完了です。次に足を組み立てていきます。足は特に接着剤などを使わずに組み立てることが可能です。合わせ目加工をした際のテストと同じようにパーツをはめ込んでいきます。すねと膝関節は勇気を出して思いっきり押し込みます。太もも周りは全て軽い力ではめ込むことができます。これで足回りの組み立ても完了です。では全てのパーツを一つにしてエクゾディアを組み上げていきましょう。プラモデルに復帰してから10ヶ月、久しぶりの全塗装で不安でしたが、なんとかいい感じにできたんじゃないでしょうか。エクゾディアは遊戯王で使っていたこともあったので、組んでいてとても楽しいキットでした。ただミスっている部分が結構多いので、いろいろ改善が必要です。せっかく後はめ加工したのに合わせ目消しに使った接着剤が残っていたり、筋彫りの彫り直しミスがあったり、今後はもっと丁寧に作らないといけませんね。初めての動画で見づらい部分もあったかと思いますが、ご覧いただきありがとうございました。それでは完成動画をご覧ください。